求道者としての極限を生きた人の子イエスの実像。近藤和夫。前巻のイエスの少年時代の後、待望久しかった本書がついに刊行の運びとなって経過に絶えない。同時に前巻に引き続いて、この私がその関東を飾る一文を役者の山本貞明氏から依頼されて、それをこの上ない光栄に思いつつ筆を取った次第である。本書の持つ意義については2つの視点があるように思う。一つは従来のバイブルの記述を絶対としてそれにのみ頼ってきたイエスの実像とその業績を見直すという視点であるが、これについては山本氏が役者後書きでご専門の立場から述べておられるので打弁は控えたい。主の祈りについての役者メモなどは長年の体験があって初めて気づかれるところであろう。これは従来の聖書がインペレーターやシルバーバーチその他の高級霊界通信令が幾同音に指摘しているように、人為的な意図に基づく寄せ集めであることを語るに落ちる式に端なくも露呈されている興味深い証拠と言えよう。もう一つの視点は、そうした通信令が述べているイエス像とその業績との比較という視点である。キリスト教の専門家でない私はどうしてもそこに視点を置いて読むところとなった。私が三大霊君と称しているモーゼスの霊君、聖灯、オーエンのベールの彼方の生活全4巻、そしてシルバーバーチの霊君全12巻が申し合わせたように強調していることは、スピリチュアリズムの名のもとに進められている現代の啓示と人類の霊的覚醒事業の中心的指導霊がかつて地上でナザレ人イエスと呼ばれた人物だということである。これをすぐに同一人物とするのは早計である。一個の高級霊が幾段階にもわたる波長低下の操作の末に母マリアの体内に宿り、誕生後それが肉体的機能の発達とともに本来の霊的資質を発揮して、そこに人間性を備えたナザレ人イエスという地上的人物像をこしらえた。その幼少時の生い立ちの気が全巻であり、いよいよ使命を自覚して当時のユダヤの既成宗教の誤りとその既得権にあぐらをかいている聖職者の堕落ぶりを糾弾していく闘争の木が本巻である。こうした救世主的人物の生い立ちや霊的悟りへの童貞はとかく超人化され、凡人とはどこか違う扱いをされがちであるが、十字架の使者と名乗る通信霊の叙述するイエスの生涯はどこの誰にでもあるような、いやそれ以上に人間臭い属性的な喧騒に満ちており、また苦難の連続であった。兄弟間のいさかい、親の無理解、立法学者やパリサイ人による怒りと軽蔑、同郷の者による白眼視、最後は不老者扱いされるまでに至っている。イエスの青年時代はこのようにして孤独の体験から始まった。イエスは故郷の人々に心を傾けて天の宝を与えようとしたのであるが、彼らはそれを拒絶したのである。という一文は胸を締め付けられる思いがする。しかしイエスはそうしたものをすべて魂の肥やしとして霊性を発揮していき、愚鈍で気の利かない平凡少年から威厳あたりを払う風格を備えた青年へと成長していく。そこには求道者としての極限を生き抜いた姿が彷彿としてよみがえり、2000年後の今、こうして活字で読むだけでもその意気込み、精神力、使命の忠誠心に圧倒される思いがする。シルバーバーチが人間的産物である教義を捨ててイエスの生き様そのものを模範とするようにならない限り、人類の霊的神聖は望めないと述べている言葉が思い出される。そのイエスが死後、物質化現象でその姿を弟子たちに見せて、死後の存続を立証して見せた後、地上的誇りを払い落として本来の所属界へと帰っていった。マイヤースは個人的存在の彼方の中でイエスの死後に言及してこう述べている。ナザレ人イエスにとって中途の階層での生活は必要でなかった。
彼は一気に創造主と一体となった。彼は地上に生きながらすでに神だった。全生命をその意識、その愛の中に包摂するだけの霊力を備えていたのである。そのイエスが、私はまた戻ってくるの予言通りに、人類浄化の大事業の総指揮者として、今その霊的影響力を全世界に行使しつつある。それが各種の霊界通信、奇跡的心霊治療、自由解放の運動となって現れているのである。この二巻に描かれたイエス像は、私が理解した限りでは、高級霊界通信が述べていることと完全に符節を合わしている。その一つ一つについて解説している余裕はないが、一つだけ誤解を解く目的で付言しておきたいことがある。それはマリアの処女解体である。前巻の8章で、神秘の受胎として語られているが、私はこの章を読んだとき、やはりという印象を受けた。私は生命の発生は人類も含めてどの種においても二つの性の生じない段階で行われたと考えている。それは物質化現象というものが実在することを見れば明らかに可能なことである。両性、私有による発生、誕生の仕組みは、それぞれの性がそれを可能にする段階まで発達した後のことであって、それまでは幾通りかの霊の物質界への権限の仕方があったはずである。少なくとも心霊学的には、少女のまま解任することはあり得るのである。ではなぜシルバーバーチはイエスも普通の人間と同じように生まれたと言い、そこに奇跡はなかったと述べているかといえば、それは処女解体だから清純とする間違った考え。言い換えればセックスを罪悪視する。間違った認識を増幅させないための配慮があると私は考えている。霊君のインペレーターは、人間に知らせぬ方が良いこと、知らせると害があることがたくさんあると言っている。人生学校の1年生、もしかしたら幼稚園児に過ぎないかもしれない我々地上のことであるから、そういうことは当然考えられることである。シルバーバーチもある日の高齢会で、イエスは本当に貼り付けにされたのでしょうかと聞かれて次のように答えている。そんなことについて私の意見をご所望ですか？どうでもいいことではないでしょうか。大切なことはイエスが何を説いたかです。中略。私の使命は人生の基本である霊的原理に関心を向けさせることです。人間はどうでもよいことにこだわりすぎるように思います。イエスが本当に処刑されたかどうかは、あなたの魂の進化にとって何の関係もありません。攻略。さて最後にぜひ注意を促しておきたいのは、ギブス女子の存在である。モーゼスにはスピーア博士夫人、バーバネルにはシルビア夫人、イエスには叔母のマリア・クローパスの存在が大きな意義を持ったように、このギブス夫人の理解と協力なくしては、こうした価値あるものは生まれなかったであろう。表にこそ出ないが、中心的人物よりも往々にして側近の人物の方が大きな存在意義を持つことがあるものである。いくら偉くても人間は一人では何も成し得ないのである。本巻の最後にちらりと顔を出すクレオパスという弟子は、後にクレオパスの書の代で一連の通信を送ってくることになる。その第一巻がすでにイエスの弟子たちと題されて刊行されている。なんだか2000年前の大きなドラマが今になってビデオテープを見るように再現される感じがして心躍る思いがする。山本貞明氏の一層のご健闘を祈りたい。